とても綺麗な状態というもの、卵気がたくさん自生しているポイントになります。これでヨードを入れていきます。苔などで入れていただきます。このようにね、並んでいきます。しっかりここ押し固めてあげてください。土をかけてあげる感じですね。保管場所はこういった、するために、皆さんこんにちは、西予古県の苔見沢です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日なんですけれども、前回の動画に引き続きまして、余った苔どうしてますかということで、前回ヒノキ苔の長期保存の方法ですとか、簡易的にね保存する場合はこうやってラップをして冷蔵庫に入れておけばいいよですとか、そういったお話させていただきました。で、今日は、こういうですね、このプラスチックのこのポットを使って卵系の、栽培保存、長期保存栽培といいますか、そういった方法を解説していきたいと思います。で、卵系はですね、栽培、こういった形でこのポットを使って栽培するというですね方法も、今日ご紹介するんですけれども、以前の動画でですね、卵系の、岩に活着させる卵系の方法の動画ですね。でですね、こちらの動画になるんですけれども、この動画見ていただくとですね、岩の活着石、卵系を石に活着させるような、方法があります。それもですね、おすすめです。あとはですね、こういった形で、丸型の容器ですね、西予古県で販売している丸型の容器があるんですけれども、それにですね、卵系植え付けてあげると、1年後、2年後にですね、こう立派な卵系のコロニーができるというですね、そういう、もう保存というよりも、余った苔をですね、また活用して違う作品、シンプルな作品なんですけれども、こういった作品を作ると卵系の自然に生えているそのコロニーを再現するようなすごく美しい、卵系だけのシンプルな苔テラリウムというものもできますので、それもですね試してみていただきたいと思います。今日はですねそういった方法ではなくて、このポットを使って実際に苔栽培を、やる方法、そういった方法を応用してですね、ご自宅でもできる卵系、余った卵系を使った長期保存を兼ねた栽培をしてみようと、そういった内容を動画で解説していきたいと思います。ということで、話しながらですね、この、卵系の余った卵系をですね、もう一度開けていきましょう。これですね、前回の撮影から1週間ほど経過しています。で、前回撮影で使ったままラップをしてですね、これをもう屋外、この今撮影しているのは外なんですけれども、この外の作業場の棚に、こちらの棚にですね、そのままポンと置いておいただけです。で、1週間経ってもですね、この卵系がもうフレッシュな状態で保存されているということを前回動画でお伝えしたんですけれども、実際どうなっていますでしょうか。ちょっと確認をしてみましょう。ですね。前回の動画から全く触ってません。初めて開けます。けれども、このように、見てください。このように、とても綺麗な状態で、フレッシュな状態で保存できてますよね。はい。こういった形でですね、容器にこのキッチンペーパーですね、キッチンタオルなどを湿らせて、上下に挟んでおいて、こう、パックをですね、蓋をして、ラップを30ぐらいにしておくと、それだけでもう十分に保存はできます。このような感じ。この状態でもですね、1ヶ月ぐらいは、持ちます。で、卵系の場合は、今は冬ですので、冬だと外に
置いておいても問題ないんですけれども、夏場はですねさすがに30度連日30度超えるような日が続くと、卵系はですね夏の暑さに弱いので茶色くなっていきます。ちょっと枯れていく、弱っていくというような状態になりますので、夏場の場合は冷蔵庫に必ず入れてくださいね。はい、ただ、冬場の場合はですねこのように簡易的にラップで保存しておくだけでも十分フレッシュな状態で持ちます。で、今日はこの卵系を使って、卵系の巻き苔栽培をするのと同じような感じで、巻き苔にしていきます。で、この容器にですね、このトレイ、ホームセンターなどで10個で、いくらだったかちょっと値段はちょっと後で調べて、動画の中にテロップに入れておきますけれども、こういう形ですね。こういうもの、どこのホームセンターにも今売ってると思います。これ今この量だと何個できるかな。1、2、下の部分、茶色い部分ですね。この茶色い部分も十分巻き苔の際はですねこちらも使えますので、ここからも芽が出ますので、これ全部使うと3個ぐらいかな。3個ぐらい、3個分ぐらいをこの巻き苔にして、今日ご紹介していきたいと思います。はい。でですね、本当はこちらこれはですね卵系のこの発送の際にお客様のですね卵系を発送するときに出てきた残渣です。これもほぼ茶色い部分だけなんですけれども、苔栽培の際はこの茶色い部分も粉砕してで種苔に処理していきますけれども、これはですねさすがにちょっと栽培にそのまま回しますので、これは今日は使いませんけれども、栽培の場合こういうもう茶色い部分もそのまま使っていきますということで今ちょっとご紹介しました。それでは実際にじゃあやっていきたいと思います。はい、それではですね早速このプラスチックのポットの中に用土を入れていきたいと思いますけれども、用土はですね前回もご紹介した通り赤玉ですね。あまり粒の大きいものは避けてください。小粒ですとか細粒、そういったものであればいいかと思います。ホームセンターで売られてます。で、じゃあ腐葉土ですね。腐葉土も、ホームセンターで売られているもので十分です。でこれをだいたい1対1の割合でこの中に入れていきます。はい、で今回ですねこの3つぐらいだけですのでそんなに量は必要ないかなと思います。この中にバラバラとこんな感じ。はい。今回まず皆さん卵系が自生している環境ってどんな環境かご存知ですか？最初にですね自生環境こういった場所になりますのでご紹介します。こちらがですね卵系がたくさん自生しているポイントになります。卵系はですね割と明るめの場所に自生している、そういう苔ですね。ここの場所はというとこっち側がですね北側の空が開けています。で北側を向いた、こういう崖というか壁面にですねたくさん卵系が自生していますけれども、今時刻がだいたい3時過ぎなんですけれども、だいぶ日が落ちてきましたが自生ポイントを測ってみると、1214ルクスぐらいですね。はい。で、この時間で1200ルクスぐらいなので、昼間はね、まだもう少し明るい、そんなポイントになるかなと思いますけれども、ヒノキゴケに比べるとですね、かなり明るい場所に自生していることが多いというのが卵毛です。で、卵毛はですね、ヒノキゴケほどのその湿潤な環境ではないものの、若干ちょっと湿潤な環境を好みます。卵毛もですね基本的にはご自宅で、保管栽培をする場合はやっぱりねヒノキゴケと同じように遮光シートをかけておいた方がいいかなと思います。である程度こう湿潤な環境を保ってあげる。でかつちょっと明るめの
環境にしてあげるっていうのがうまく育てられるポイントかなと思いますけれども、やはりですね、もう乾燥が一番大敵ですので、卵系の場合はですね、乾燥させないようにしていきましょう。あと夏はですね、卵系非常に弱いです。ヒノキゴケはまだ強いんですけれども、唯一ですね、卵系は夏場はですね、これ自生ポイントでも、茶色くですね、枯れ込んでいくことがあります。でまた冬の時期になると新芽をね勢いよく出すと、これね、綺麗、卵系綺麗に自生しています。上の方のコロニーはかなり安定してますね。すごいですね、あの上のコロニーめちゃくちゃ大きいです。この辺はですね、風にさらされたりするのか、よく崩れて落ちてますね。なんかもったいないといえばもったいないんですけれども、これをまた自然の環境のね、厳しさというか、そういうところかなと思います。下にボロボロ落ちてますね、卵系が。ここら辺ね、はい、結構落ちて落ち葉に埋もれたりとかしてますけれども、頑張って生きてます。この辺も下の方にもねコロニーがたくさんあったりして、いいですね。はい、卵系はですね、こういった崖の斜面で結構明るめの場所なんですけれども、やっぱりですね、湿気はやっぱりないとダメですね。湿気のある場所で、岩場とかですね、そういった斜面に生えていることが多いです。はい、そう言ってるうちにですね、はい、土ができましたので、これを詰めていきたいと思います。特にですね、このポットの場合はそんなにですね、下に漏れるっていうことがないので、そのまま何も敷かずにそのまま土を入れていっていただければ大丈夫です。それでですね、だいたいこの線がここに入っているんですけれども、この線のちょっと下ぐらいまで土を入れていっていただければ大丈夫かなと思います。こんな感じです。こんな感じで下が汚れるんで、すみません、このシートを敷いておきます。このシートかなり便利ですね。この下が汚れない、今汚した状態で敷いてますけれども、ちょっとした作業なんかこの机の上ですね、汚さないようにこういうシートがあると便利です。このシートはセリアさんで売ってます。学習マットという名前。これで腐葉土を入れておきます。この腐葉土結構粗めですね。問題はないです。で、切りましたら、ここにですね、水をかけていきます。水かけていきますけれども、その水の中にですね、こういった前回ご紹介したんですけれども、メネデール芝肥料ですね。で、芝肥料なんですけれども、芝生グランドカバー、苔などと下草、肥料にですね、正式に苔って入っている肥料なかなか少ないんですけれども、これはメネデールさんから出てます。で、私はこれ1万倍で使ってます。で、こういった肥料をですね、用土を湿らす際にあらかじめこの肥料を入れておくとですね、苔の活着育成が良いです。そして今回ですね、メネデールさんのメネデールですね、これも入れていきます。じゃあ芝肥料の中にこの鉄分も入っているんですね。なので基本的には鉄分も、十分補給できるんですけれども、この裏にですね、メネデールのこれを合わせて使うとさらに効果的ですよというふうな説明書きがありましたので、入れてみたいと思います。メネデールのこちらの溶液はですね、だいたい200倍ぐらいで入れてます。活着がいいということでメネデール使っていきたいと思います。まずはですね、この土をしっかり湿らしていきます。下から多少ちょっと水が漏れてくるぐらいまでですね、しっかり水をあげましょう。この先が細い水差しかなり便利です。細かいところを狙ってこうさせますので、苔テラリウムにはですね最適です。
西洋苔園のオンラインストアでも売ってます。である程度湿ってきたら OK です。でですね、合わせて苔にもあらかじめかけておくといいですね。このようにひたひたになるまでかけてあげましょう。そしたらですね、卵系よく見ると、水かけた後で申し訳ありません。先がぴょんぴょんぴょんってなってるの分かりますか？こう先がピッピッピッってなってるじゃないですか。ぴょん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 と。これはですね、次に出る卵系の柵の元になってるものです。これからですね、こうピョン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 となってるこれが、今撮影してるのが2月の1日なんですけれども、これがですね2月の中旬か3月頃にかけるってですね、まん丸にこう太っていって、で卵系のいわゆる目玉の親父のような特徴のあるですね柵に変わっていきます。なので、このまま植えてもですね柵が出て可愛いんですけれども、今日はあえてそれを、巻き苔にしていきますので、巻き苔で増やしていきましょう。一回ばらしておきます。ある程度ですね。冒頭にもご紹介しました卵系を石に活着させる方法の動画を見ていただいた際には、この先の緑の部分だけ使いましょうというような解説をしていたかと思うんですけれども、巻き苔に関してはですね全体を巻いて大丈夫です。緑のこの部分からですね芽は旺盛に出てくるんですけれども、この茶色い部分からももちろん新芽が出てきますし、新芽が出ない部分があってもですね、それがその水分をですねうまく保持してくれていいその資材になりますので、もうそのまま使います。ではある程度ほぐしましたらハサミを使ってここにですね、巻いていきます。これは刻んでいきましょう。結構細かく刻んで大丈夫です。こんな感じですかね。よいしょ。このようにね刻んでいきます。結構サクサクとやっていきます。こういう感じですね。はい。あとはちょっとピンセットなどでこう散りばめてバラバラにならしていきます。こう全体的にですねこうなるようで、皆さん卵系のコロニーってどういうふうに成長するかね、イメージしながらこれをやってみてください。卵系はですねこんもりこう丸くこう広がるようにですねこんもり成長していってくれますので、それを意識しながらですねちょっとこう周りはちょっと余白があるぐらいの方がいいかもしれません。でこう巻けましたらこういったスプーンですとかこういったものですね、すり鉢のようなものでしっかりここ押し固めてあげてください。上からこう卵にこっと押してあげるようなイメージですね。これで活着させてあげるといいと思います。こんな感じですね。いいかなと思います。恒例の上からメッシュをかけてあげます。メッシュはですね本当に薄くでいいです。土がコロコロと乗ってるなっていうぐらいですね。これぐらいで大丈夫です。では同じようにこの2つもやっていきます。よし。卵系とかですね細葉沖縄苔みたいな苔はですね本当は栽培するときはですねこのハサミを使うんではなくてこの苔をですねこの細かく砕く機械があってそれを使って細かく処理するんですけれども、結構それは皆さんはですねなかなか馴染みのない機械なので、ね、ハサミでやっていくというのがいいかと思います。
苔栽培に関してはですね、もうかなりの量を一度に処理しないと、栽培の経営が成り立たないので、そういう機械化をですね進めておりますけれども、基本はもう一緒ですよね。こういうハサミで砕くのと一緒です。よっしゃ。はい、これで細かく巻けましたので、はい、ある程度慣らしてあげて、上から押し付けてあげます。しっかりと押し付けてあげてください。これでできましたら、上からカラカラと目土をかけてあげます。そんなに量は必要ありません。はい、卵系はですね、目土が本当いらないぐらいの感じですよね。ただですね、長期栽培の際にやっぱり乾燥したりすることで飛んでいったりしますからね、芽がね。せっかくまいた種が飛んでいってしまうので、しっかりと圧着させるってことが大事です。で、あとは上から最後にまた水をかけてあげて、しっかり湿らしてあげると。それでまた圧着させてあげて、これで終了です。はい、種まきは終わりました。あとはですね、どこに保管するかということで、先ほど冒頭に見ていただきました卵系の自生地のような環境を理想としてですね、ある程度明るめなんですけれども、明るすぎてもダメ、直射日光が入らないような場所で、常に湿気が保たれるような状態で保管します。はい、それではですね、今回のこの卵系の長期保存栽培ですね、この保管場所はこういった、明るめの日陰の場所であればいいかと思います。ただですね、直射日光が入らない場所ですね、そういった場所を選んでいただいて、卵系の育成に合った場所を探していただいて置いていただければ、であとは乾燥しないようにですね注意していってあげて、で特に芽が出るまではしっかり湿らせてあげると、水をたくさんあげるというのがいいかと思います。そういった感じでですね、栽培をしながら保存していっていきましょう。で、これがですね、大体半年ぐらいすると、今1月なんですけれども、本格的な夏が来る前にはですね、ある程度芽が出てですね、ちょっとこう芝生のような感じで芽が出揃ってくると思います。で、夏場は、外に置いておくとですね、この辺の環境でもかなり暑くなるので、夏場は涼しい場所に退避させます。それで1年後ぐらいになると、おそらくこんもりですね、ここ背が超えるぐらいにはおそらく成長するんじゃないかなと思いますので、これもですね引き続きどうなっていくか長期的に観察をしていきたいと思います。では最後にですね、明るさの調整をするためというのと、あと保湿をですねするために、このようにですね網をかけて、遮光シートをかけて、飛ばされないようにしっかりこれを下で踏み込んでおけば大丈夫だと思います。よいしょ、このようにですねしておきます。これちょうど使わなかったプランターでしたので、このプランターのところで長期保存栽培をしていきたいと思います。はい、こんな感じで作業の方は終わります。はい、それではですね、卵系の長期保存栽培の方法、苔栽培の技術を応用してご自宅でも簡単にできる苔栽培卵苔編をお伝えしました。こういった形でですね、卵苔は結構岩にも着生させるのが結構簡単な苔ですし、でそのまま植え付けてあげてもですね、単体でもとても綺麗な苔テラリウムとしても観賞できますので、余ったものは、今日のようにですね栽培するのも
いいですし、作品として活用していただくというのもいいかなと思いますけれども、まだ栽培をちょっと試してみたいという方は今回の動画を参考にしていただければと思います。前回の動画と今回の動画で、ヒノキゴケ、あと今日の卵ケですね、あと前回の動画の冒頭で細葉沖縄ゴケなんかの、長期保存栽培の仕方、そういったものをご紹介しましたけれども、で続きまして高野の万年草と大笠ゴケ、この2つの苔についての長期保存のやり方を、ご自宅でもできる長期保存のやり方というのをですね、またご紹介したいんですけれども、この内容についてはですね、ちょっとおそらくかなり高度な内容になります。で、高野の万年草、大笠ゴケ、笠ゴケはですね、ご自宅で長期的に保存しながら、ちょっと増やしていくような、そういった方法を皆様にも試していただきたいんですけれども、結構難易度が高いです。ですが、私はですね、この今のこの作業場の環境でもう2年以上株をですね、大笠ゴケ、笠ゴケと藤の万年草、あともちろん高野の万年草ですねの、栽培をここでも行ってます。で、結構かなり特殊な環境になるので、ぜひですね、興味のある方は見ていただきたいんですけれども、この内容はですね、申し訳ございません、メンバーシップのもっとめでる会員様限定の動画でご紹介したいと思います。もしご興味ある方はぜひですね、メンバーシップの方もご検討いただければと思います。はい、今日の動画はですね、以上になります。卵系の、長期保存栽培の方法ですね、ご紹介しました。皆さんもですね、栽培するっていうのも結構楽しいです。長期的にですね、ご自身で余った苔をちょっとずつ増やしていくという風な、その栽培、家庭菜園の苔バージョンみたいな感じですけれども、そういったものもね、楽しいので、ぜひ皆さんですね、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、では今日の動画もし参考になったなという方がいらっしゃれば、ぜひグッドボタンお願いします。そういたしまして、まだですね、ご登録まだの方いらっしゃいましたらですね、ぜひ生保険 YouTube チャンネルご登録をよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日の動画は以上になります。それではまた次よろしくお願いいたします。次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。高野の万年草なんですけど、2点も立つんですけど、地域系がいろんな場所を求めて